このフライパンでお弁当作れるかな？おはようございます。4分割のフライパンが欲しくて、杉山金属の四つ葉のフライパンを買ってみましたが、届いてみるととても小さい。手を広げたくらいのサイズです。お弁当作りにはもっと大きくて四角くて十字に仕切りがあるといいのですが、とりあえず王道のホットケーキを焼いてみますね。きっとホットケーキや目玉焼きにちょうどいいサイズで作られているのだと思います。あれ？どうやってひっくり返すの？勇気が出ない。わあ、できた。よし、次も。わあ、難しい。いつも愛用しているこのセリアのお好み焼き用のヘラがないと自信ないかも。焼き上がりはとても綺麗ですね。頑張れ。おお、ちょっと慣れてきました。自家製ブルーベリーソースとパパさんが育てているミントを添えて、かわいいホットケーキができました。シャキシャキレンコン入りハンバーグ弁当を作ってみます。この小さなフライパンで作れるかな？ブロッコリーを切って洗います。人参とブロッコリーの芯は星形に抜いておきます。野菜がたくさん入ったオムレツを作ろう。パプリカ、じゃがいも、玉ねぎを全部みじん切りにします。こちらの地域はまだ卵不足が続いていて、朝早くスーパーに行っても卵が買えないときは直売所に買いに行っています。じゃがいもはさっと水にさらして炒めます。他の野菜も全部炒めて、水に白だしを入れて野菜を茹でます。ハンバーグのタネ作り。玉ねぎとレンコンをみじん切り。レンコンもさっと水にさらしてから加えます。ハンバーグの材料を全部入れて、卵はオムレツ用とハンバーグ用。よく混ぜて、せっかくなのでハートの形で焼いてみます。ブロッコリーを取り出して、卵に粉チーズ、マヨネーズ、塩コショウを混ぜたら、炒めた野菜に加えます。人参も火が通りました。ズッキーニとベーコンをオリーブオイルで焼きます。問題は
ひっくり返せるかどうか。あ、なんかダメそう。落ち着いて、落ち着いて。よし、こっちはどうだ。おりゃあ、いいですね。いけるかな。よいしょ。セーフ。ズッキーニは両面に粉チーズを振りました。全部焼けたよ。意外と要領よく全部同時に調理ができてとてもいいかも。一人分やお子様のお弁当なら便利ですね。いつものケチャップソースでもいいのですが、この日はレンコンに合う甘酢あんにしました。おかずが冷めてからお弁当箱に詰めます。ちょうどいい大きさでした。オムレツも大きめのハートの型でくり抜いたら可愛かったかな。甘酢あんをかけて、大葉といりごまを散らします。ケチャップをかけたら完成。課題や居残りで最近クタクタな娘のエネルギーになりますように。あ、忘れてた。いわしロールとそぼろ弁当を作ります。ブロッコリーは洗って、人参とブロッコリーの芯を花形に抜きます。今日は忘れない。スナップエンドウの筋を取り、イワシは尻尾を落として縦半分に切ります。お湯に白だしを入れて野菜を茹でます。潰した梅干しに味噌とみりんを混ぜ、イワシに塗ったら、大葉をのせます。スナップエンドウと小さいお花を取り出して、ブロッコリーを茹でます。イワシをくるくる巻いて爪楊枝で留めたら、片栗粉をまぶして焼きます。かぶ半分を4つ割り、ブロッコリーと人参を取り出して、次はかぶを煮ます。卵に砂糖と塩を混ぜて、混ぜながら炒めます。鶏そぼろも材料をすべて入れてかき混ぜながら炒めます。ちょっと狭くてかき混ぜにくいので、もう少し量を少なくした方が良かった。1人分なら半分の量でいいのに多めに作りたくて欲張ってしまいました。卵そぼろができたら鮭を焼きます。かぶのだし煮は娘の大好物です。やっぱりもう少しフライパン大きい方が作りやすいな。でも仕切られていると茹でたり炒めたり揚げたりを一度にできるのがとても便利です。イワシロールは爪楊枝を取ってまんべんなく焼きます。
魚が好きな娘はとても喜んでいました。パパさんは青魚が苦手です。よし、全部できました。そぼろ弁当はポロポロこぼれるから嫌だと3年くらい前に娘が言っていましたが、先日聞いてみるともう大丈夫だよと笑っていました。あの頃は口を大きく開けるわんぱくサンドも NG だったり、ご飯は少なめとかあれこれ難しい年頃でしたが、いつの間にか大人になってきました。そぼろを盛り付けたらエンドウを境目に置いて、イワシロール、かぶとブロッコリー、人参を彩りよく入れて、いりごまをかけたら完成。念のため大きめのスプーンも入れておきました。豚こまチーズボール弁当を作ります。豚こま肉 100g にお好みの量のチーズを入れます。大きい肉は小さく切って、焼肉のタレ大さじ1で味付け、片栗粉小さじ1を混ぜたら、小さく丸めて焼きます。お肉にタレで下味をつけておくとしっとりおいしいチーズボールになります。じゃがいもを半分、皮を剥いて千切り。さっと水にさらして炒めます。枝豆も入れよう。ピーマンとウインナーを輪切りにして、コーンも入れよう。餃子の皮にケチャップを少し塗って、チーズと具材をのせ、端に水を塗って半分に折ります。多めの油で揚げ焼き。巾着卵を煮るので水と調味料を入れます。チーズボールがちょっと焦げてしまいました。酒を少し入れて蒸し焼き。小揚げはキッチンペーパーで油を取って3分の2の大きさに切り、中に卵を入れます。爪楊枝で留めたら煮汁に入れます。じゃがいもはカレー粉と塩コショウで炒めます。辛すぎないようにカレー粉はスプーンの先に少しだけです。チーズボールが焼けたら焼肉のタレを少し絡めて、よし、全部できました。冷めたら巾着卵とイタリアン餃子を半分に切ります。さあ、どんどん詰めよう。四つ葉のフライパンは慣れたら1人分のお弁当に活躍しそう。四角くてもっと大きかったらいいな。
ってもバレンタインとかお菓子作りにもいいですよね。完成。簡単で楽ちんだけど美味しいチーズボール。ご視聴ありがとうございます。またね。